引いて押し込み。これで燃料タンクのこれを開けるとプシューと音が鳴るはず。鳴らないと。鳴らない。おはようございます。俊也です。今日もこのヤフオク100万円で買ってきた FD3S のレストアを進めていきたいと思います。今日は後ろ回りですね。タイヤ外して、ブレーキ外して、リアデフも外して、燃料タンクも外して、燃料タンクの中のサビの状態を確認したい。もう20年放置なんで、タンク多分ダメじゃないかなと思ってるんですよね。サビが回って使えないような気はしてるんですけど、ワンチャンサビ出てない可能性もあるから、使えるか使えないかちょっと外して確認したいっていうので、燃料タンク外していきます。あと足回りも外さないとタンクにアクセスできないんで、これ今左のリアタイヤで、この後ろにカバーがついてるんですけど、このカバーの中にフューエルのホースとか、そういうのがあるので、ここも外さなきゃいけなくて、あとマフラーも外さなきゃダメかな。結構外さないといけないもの、そして外した方が楽に燃料タンクが下ろせるようになるというか、そういうのもあったりするんで、後ろ回り全体的に外していきたいと思います。それじゃあまずは足回りからバラしていきます。よいしょ。先にここのハブのロックナットを緩めてからやっていきます。今サイドブレーキかけた状態なんで、これ回らないから、この状態で先にここを緩めてしまう。よっ、いけるかな。ブレーキが甘いな。これいったし、よっしゃ、また。うわ、かってえよ。マジかよ、マジかよ。2分の1が折れました。かてえよ。そうだ。インパクト、お前ならどうだ。うわー、回った。お前すげえ。お前すげえ。 KTC、 これもう廃盤で同じやつは手に入んないけど、この JAE407 っていうの、これめっちゃ強い。重いけどね、すっごい重いけどパワーあります。いったー、よかった。最初からこいつでやっとけばよかった。そうか、インパクトダメになったら困るからだと思って手作業でやってたけど、いけるんだ。逆にこっちのスピンナーをダメにしちゃった。よし、あとは普通にブレーキばらして、足回りもばらして作業を進めていきます。まずはキャリパーにつながってるブレーキの配管外しちゃいます。よいしょ。でサイドブレーキのワイヤー外して、うわ、やっぱこいつ強え。よいしょ、よいしょ。リアブレーキもなんかパッドいっぱい、全然使ってないですね。あ、ローターも減ってない。
キャリパーのブラケット、そしてこれでブレーキローターが外れると。よいしょ。ドライブシャフトはフリーな状態だね。そしたらナックル抜けばドライブシャフトも外れていい感じになるかな。とりあえずナックル外しちゃいます。はい、こんにちは。届いた。モノタロウ。これです。54ミリのソケット。これ1個、5800円です。めっちゃ高かった。54ミリのソケット。まあ今これでは使わないけどね。多分知ってる人はね、この後何に使うか分かると思いますけど。はい、これ買いました。っていうだけのお話。ちなみにもうこれも届いてます。4分の3インチのスピンドルというか、なんていうの、 T 型スライドハンドル、これのソケットのここのはまるやつ、でっかい、超でっかいです。4分の3インチに54ミリのソケット。はい、ちょっと話脱線しちゃったんですけど、引き続き足回り分解していきます。硬いだよな、みんな錆びついて。よし、また。ABS センサーがナックルにつながってるんで ABS も外したいんだけど外れないかな。あ、取れた。 ABS センサー取れました。あれ、これ ABS ダメかな。なんかちょっとここの取り付けが歪んでる。一回外してるのかな。まあいいや、とりあえず外すのを進めよう。これで多分ね、ナックルが外れるはずなんですよ。よし、抜けたね。上が抜けたね。で、あとは下と横。よし、よし、あとは抜けた。よし、抜けました。ドライブシャフトはスポッと抜けた。よし、そしたら次アーム類とかもうどんどん外していっちゃいます。抜けた。よっしゃー。はい、ドライブシャフト取れました。ここの隙間にバール入れてこじってこっち側抜きました。で、あとはサスペンション外します。よっ、危ない。取れました。HKS のサスペンションです。よっしゃー。そしたら次反対側、右後ろですね。さっきここのハブのロックナット外すのにちょっとトラブルあったけど、それ以外はすんなり外れてくれることを願うばかり。左側外すのになんとなく構造分かったから、こっちは簡単に外せると思うということで分解やっていきます。まずはブレーキホース外して、サイドブレーキのワイヤーも外して、よいしょ、キャリパー外して、よいしょ、ブラケット外して、でローター外して、よいしょよいしょ、ローアーム、スタビライザー、
トレーリングアーム外して、アッパーアーム外して、でコントロールロッド外して、サスペンション外して、ドライブシャフトを抜くと、よーやー取れた。はい、ということで足回りの部品すべて外し終わりました。結構錆びてますね。まあブレーキローターはまあ仕方ないにしろ、バックプレートとか、あとハブとか、ナックルか、ナックルとか、キャリパーも結構サビサビ。アーム類も結構錆びてます。こっちはアルミだから白錆が出てますね。赤錆じゃなくて白錆。ドライブシャフトも結構錆がすごい。でもね、このジョイント部分とかはね、ガタつきないんですよ。全然まだ使えそうな感じがする。ガコガコしたりとか、引っかかるような感じとか、そういうのがないから、多分綺麗に掃除して、で、グリスアップとかして、この辺の錆びてるのは塗装して、ちゃんとやってあげれば、まだまだ使える部品たちだと思います。こっちが右の足回り。そしてこっちが左の足回り。もう状態はね、全く同じ感じです。もう全体的に錆がすごい。でもドライブシャフトは平気でした。で、サスペンションは車外のやつに変わってて、なんかまだ使えそうな感じがする。ちょっとバラして、ショックが抜けてないかとかチェックしなきゃわからないですけど、パッと見た感じは平気そう。はい、こんな感じでございました。そしたら次、マフラー外していきます。足回りがなくなって見やすくなったから、撮影がやりやすいね。これが今、後ろ側の太鼓からずっと前の方を撮ってます。で、フロント側はもうついてないので、もうこの車もともとついてなかったんで、このリアピースだけ外しちゃいます。マフラーの固定方法はこうやって釣りゴムで釣られてるだけなんで、これ外せばマフラーが外れます。続いてガソリンタンクを下ろすのに邪魔になるものを外していきます。ここのタンクのガードみたいなこういうプレートとか、あと下側にもついてるこのガソリンタンクのカバーとか、こういう邪魔なものを外していきます。よいしょ。なんか結構汚れ、砂がすごいね。うわー、これはやばいよー。でも鉄板錆びてないね。こんだけ砂溜まってんのに錆びてない。あれ、結構鉄板丈夫なのかな。塗装がしっかりしてんのかな、純正の。あれ、いいじゃないですか。遮熱板も外しちゃいます。こっちは錆びてるな。よいしょ。あ、錆が。錆がいた。スペアタイヤのところですね、これ。錆びて穴開いてる。よっしゃ、つっついてみるか。穴開いた。貫通。やっぱりここに水中溜まってたから鉄板が錆びてきてんだ。室内あんだけ錆びてた割にはこの程度なんだ。もっとこう錆びがぐわっとあるかなと思ったけど。燃料タンクとなんか前側のカバーが取れました。この配管2本外せばいいのかな。で
この辺のゴミがタンクの中入らないようにちょっと一回エアブローします。これでホース外すか。でホース外しちゃいましょう。よいしょ。ホースは全交換する予定なのでもう切って外しちゃいます。よいしょ。であとはここのタンクにつながってるホース、ここが給油口、この辺に給油口あって、そこからこう入ってくるこのホース、ここ外さなきゃいけないんですけど、これこのまま外すとこの砂がねタンクの中入っちゃったら嫌だから、ちょっと一回ここ水で洗います。とりあえずこれで泥とかがなくなったんで、ここのねボルト外してこのホースを引っこ抜いちゃいます。よいしょ。ダメか。いや、ここのホース外さないで上のリットから抜いた方がいいのかな。その方がいいのかな。作戦変更。ちょっとここ作業やりにくいんで、この上にねボルトがいるんですよ。これで、ここがフューエルリットの上の方とつながって固定されてるから、このパイプ自体から外してきちゃいます。外しました。そうするとここのプレートが取れて、でこういう感じ。この青い部分はボディですね。でこっちの燃料タンク側がフリーになりました。ここ隙間空いてますね。あとはタンクを下ろせばこのパイプ自体が降りてくるので、次タンクを下ろしていきます。でジャッキを下ろせば降りるはず。配線とかがつながってないかちょっと様子見ながら少しずつ下ろしていきます。危ない、バランスが、待てバランスが。配線大丈夫かな。よし、とりあえずなんか大丈夫そうなんでこのまま行きます。無事燃料タンク外し終わりました。タンクでかいね。何リッター入るんだろう。60ぐらいかな。なんかそのぐらい大きさがありそう。パッと見た感じジムニーの倍ぐらいの大きさがあります。結構でかい。さあ、そして気になる中身。多分こっちが燃料ポンプ、そしてこっちが、メーターかな。燃料メーターの方だと思う。センダーユニットだっけだと思うので、この2つを外して中をチェックしていきましょう。オープン。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。こっちが邪魔だな。こっちを先に外しちゃうか。多分こっちリターン側だよね。これも外す。ちょっとホースがね邪魔だから。よいしょ。こっちは多分リターンですね。何もついてないわけじゃないけど、こんな感じになってました。はい、これが外れて、そしてこっちが外せる。じゃーん。おお、綺麗だぞ。フロートこっちについてる。あれ
あ、まあいいや。これがポンプ、そして燃料のメーターになるフロート、こんな感じになってます。なんか黄色いけど錆びてない。めっちゃ綺麗。撮影しにくいんでスマホカメラに切り替えます。タンクの中はこんな感じ。錆びてない。めっちゃ綺麗。この入ってるのはガソリンだよね。ガソリンだよね。でもガソリンちょっとこんな色じゃなかったと思うから、なんか違うものが入ってるようにも見えるけど。匂いはね、ガソリンの匂いはしないな。なんかちょっと変な匂い。変な匂い。伝えにくいな。ガソリンが腐った匂いなのかな。これがバッフルかな。ガソリンの偏り防止のためのタンクの強度を作るためのバッフル。この辺も錆びてないですね。あれ、長期放置車両だよ。これ今上側に見えてるのが天井ですね。この今画面に映ってるのがガソリンタンクの天井部分。めっちゃ綺麗。ほら、錆びがない。タンクこのまま使えちゃうじゃん。この液体が何なのかがちょっと気になるけど、ガソリンっぽいけどガソリンな感じもしないんだよな。ただ単に腐ってるだけなのかな、ガソリンが。ワコーズのフューエル1とかなんかそういうのが混ざっててこんな感じになってんのかな。それが濃縮されたみたいな。あの辺タンクの中錆びないようにする効果とかもあったりしますからね。水抜き剤みたいな効果がね。試しにこっち側も外してみます。こっちがリターン。これもリターンになるのかな。フューエルポンプとは反対側についてるなんか蓋みたいなやつ。多分こっち外せばカメラで撮影しきれなかったバッフルの向こう側みたいなのが見えるはずなんで、ちょっと外して確認してみましょう。じゃん。こっちもただのリターンだ。さっきの蓋と同じ状態。そしてタンクの中はじゃん。綺麗。すごい綺麗。スマホこれ以上入らないんでこのアングルぐらいしか撮影できないんですけど、全然錆びないね。あら、よかった。これこのまま使えますね。燃料タンク当たり引いたね。なんでフューエルポンプがあんなに末期っきにフィルターに色ついてたかわかんないけど、でもタンク自体は錆びがないから今回は当たりガチャ引いたみたい。エンジンがねちょっと怪しかったからね、なんかレースでもやってたかのようなそんな感じだったけど、燃料タンクはこのまま使えるから安く済みそう。そしてタンク錆びてると結局のところほら直しきらないというかね、板金塗装でどうにかなる部分じゃないから、タンクがダメだったら買い替えかなとか思ってたけど、これはねお金がかからなくてよかったです。ちなみに今すぐ何かやるわけじゃないから、今このゴミが入らないように全部元通りに戻してます。車を組み上げる時にこの辺のポンプとかも交換してタンクもきれいにしてやっていきます。とりあえずゴミ入っちゃ困るからね、こんな感じにして保管しておきます。よいしょ。そしたら今回の動画最後ですね。リアデフとメンバーとこのメンバーフレーム、この黒いやつ、これと全部外して後ろ側すっきり終わらせたいと思います。まずはリアデフから下ろしちゃいます。ここの横にねマウントがあってボルトで止まってるだけです。で前側の方はもうプロペラシャフトとかもともとついてなくて外れた状態だったので、ボルト2本外せばこうデフが降りるはずなので、まずはデフを下ろします。
よし取れた。であとは下ろすだけ。下ろす時にバランス崩さないようにそーっと下ろさないと。そーっとそーっとそーっと。まあまあうまく下ろせた。デフケース割れなかったからよし。よっあとはホースとか、あとブレーキの配管とかこの辺のなんか配線とかを外してメンバーを下ろします。よいしょ。上がるかな。今メンバーの付け根でボディ支えてるんで、メンバーを下ろすとね、あそこのリジットラックが邪魔になるからフレーム側にねかけようと思ってるんですけど、これ上げきるかな。高さ足りないかもしれない。ちょっとでいいから上がれ。リジットラックが抜けるぐらい。あ、やっぱりダメか。これ以上いかない。ストローク限界ですね。あとはボルト8本。1、2、3、4で向こう側5、6、7、8外せばこれメンバーがね降りるはずなので外していきます。よいしょ。緩まないけどあ、いった。よかった。回った。あとは配線ちぎらないようにそーっと下ろします。よし。はい、ということで無事本日予定していた部品たちすべて外すことができました。こんな風に部品をちょっと並べてみました。結構外したね。こうやって並べるとかなり数があったなっていう風に感じる。そして、最後の方に外してたメンバーですね。外したからこう見やすくなったかな。錆の状態とかまあまあ錆びてる。でもそんなにひどいわけじゃないっていう感じ。20年放置されてた割にはむしろ状態いいような風に感じますね。もうちょっとアップで見てみるとこういう感じですね。こうポツポツ錆びが出てて、ところどころはこう塗装がねペリペリ剥がれるようなこんな感じになっています。でも多分錆び落としして塗装すれば全然使えるような状態だったんで、リアメンバーはラッキーかな。特に歪みとかもなさそうだしこのまま使えると思います。フロントがね、フロントのメンバーが曲がっててあれは交換しなきゃダメそうだったけどリアは平気そうです。デフも錆が
外側は出てるけどそんなにって感じかな。中の方はちょっと分かんないですけどね。でもちゃんとオイル入ってたし多分問題ないと思うけどな。これも綺麗にしてあげれば多分使えると思います。そしてガソリンタンク、これもね外見全然、錆とかなさそうな感じです。結構泥かぶってるから一回洗ってみないと分かんないですけど、中は全然平気だったし、外側だけならまあ塗装すればねどうにでもなるんで、これも多分このまま使えると思います。燃料タンクとかが外れたら下回りすっきりしましたね。そしてボディの状態がよくわかるようになりました。まずホイールハウスからいきましょうか。ホイールハウスはね、丸ペンした時の塗装が飛び散ってるような感じだけど、錆とかは全然ないですね。すごく状態良さそう。で続きまして燃料タンクと、デフとかが乗っかってて見えなかった場所、ここがメンバーついてた部分かな。こういう感じです。ここ全然錆ないですね。メンバー取り付け部分、ちょうどここの部分が、リアシート、後部座席の人のお尻が来る部分、こういう感じなんですけど、錆ないね。ちょっとここが錆あるかな。ここもメンバー取り付け部分だけど、こんな感じ。でも削って塗っちゃったら全然問題ない。切り針とかなんか鉄板溶接しなきゃとかそういう錆じゃないですね。あとはこれがキャニスターかな。キャニスターでこっちがフューエルフィルターかな。多分そうだと思うけど、この辺はメンバーの後ろ側になってるからかなり交換するの大変な部分だね。ちょっと整備性はあんまり良くないね。そしてずーっと上の方来て、スペアタイヤの部分、ちょうどここがね燃料タンクで隠れてた場所なんですけど、ここもねそんなに大したことないかな。外す時にほらここ穴開いてるってやってた場所、ここぐらいで、それ以外は錆が見受けられないです。これはね水抜き穴なんで、まあもともとここ穴開いてる部分なんですけど、ちょっと錆が出てるぐらい。他、フレームだとか、この一番太い角パイプみたいになってるフレームの部分とかも全然大丈夫そう。こんな感じです。はい、ということで今日の動画はこの FD のリア周りの分解、そしてガソリンタンクの中をチェックしてみるだったんですけど、思ったよりも全然状態良かったですね。錆が本当なかった。もうタンクの中の錆はね本当どうにもならないから、いやーもうガビガビになってるだろうなと思ってたんですけど、びっくりした。よかったね。これはこのままタンク使えそうです。タンクの中の錆はねある程度はどうにかできても、結局のところこうまあ限界値があるというか、やってもやりきれない部分があるから塗装したりとかっていうわけにもいかないし、ちょっとねサビだったらどうしようと思ったけど、でもめちゃくちゃ状態良くてラッキーでした。本当にねタンクのガチャは当たりを引いたかもしれない。そして、他にもメンバーとかマフラー、あとデフ足回りと全部分解したんですけど、基本的に錆はあって結構汚れてたりするけど、そこまで悪くないのかなっていうのが正直なところです。多分綺麗にね錆落とししてで塗装し直してちゃんと組み戻せば全然使える部品たちで、本当ね今回良かったなって思います。あまり状態いいとね動画のネタにならないから困るけどね、でもまあ今回の子もなかなかいいギリギリのラインを分かってくれてる子なのかもしれない。結構ジムニーの時もねこうできなさそうでギリギリできるラインを攻めてくれてて、この FD もね多分そのパターンかもしれない。交換はしないけどギリギリ塗装すれば直せるみたいな、そんな感じがするんで、一つずつ丁寧に部品をきれいにしてこの車を仕上げていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。